皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。台湾発展の基礎を築いた日本人、その3回目。不撓不屈の八田与一です。本日の背景動画は三重県菜原の里のイルミネーションです。本日のポイントです。日本の台湾統治時代、最も功績の大きかった一つが、八田与一の雨山島ダムです。彼は台湾一広い、しかし荒れた平野を肥沃な高地と変えて、50万もの農民を豊かにしました。しかし完成までに2度も重大な障害が行く手に立ちはだかったのです。それが150人の死傷者を出すトンネル事故であり、また関東大震災による財政難で大幅な人員削減を余儀なくされたことでした。苦難を乗り越え、完成したダムは100年経った今も台湾を潤し、日台友好の強い絆となっています。第一の関難は工事開始の2年目、1922年12月6日に起こりました。水量豊かな蘇文渓の水を水量が少ない神田渓に送るために、3100メーターの長さの雨山寮トンネルを掘る工事です。延堤長1300メーターの雨山島ダムを作り、巨大な貯水池ダム湖を作って水を蓄える工事です。雨山寮トンネル工事中に入り口から900メートル掘り進んだところで噴出してきた石油ガスに引火、大爆発が起きました。50人が亡くなり100人以上が負傷する大惨事です。八田はあまりの悲惨さと責任の大きさに打ちひがれました。しかし彼は取るものも取りあえず、急いで遺族の家に駆けつけました。土下座をし、遺族に詫びました。申し訳ございません。あなたのご主人を殺したのは私です。大切な人たちの命を奪ってしまった。いくら謝っても謝りきれない思いでした。しかし、ある未亡人は八田にこう話しかけたそうです。八田さん、頭を上げてください。主人はダムの仕事を誇りに思っていました。どうか立派なダムを作ってください。亡くなった皇父たちは自分と同じ思いを抱いていてくれ、家族にも誇らしく思っていたのです。亡くなった者のためにも工事を必ずやり遂げてほしいとの遺族の言葉に励まされて、決意を新たに工事に取り組んだのです。多くの仲間を失いつつも、残された人々は懸命に工事を続けました。ところが、わずか半年余りしか経っていない1923年9月1日、今度は東京直下型の巨大地震が襲いました。関東大震災です。東京が壊滅的な打撃を受けました。日本の復興のためにダム建設予算の大幅な削減が求められました。台湾総督府から多くの現金が送られましたが、工事の補助金は半減される事態になりました。そして告げられたのです。台湾人半分の首を切って、なんとか工事を続けてもらえないだろうか。こうして労働者の半数を解雇せざるを得なくなりました。八田の部下は当然のことながら、優秀な人材を残してほしいと頼みました。この噂は台湾人皇父たちの間にも広まりました。俺たちそろそろクビらしいぞ。そうらしい。日本人が優遇されるのは仕方がないな。しかし悩んだ末、八田は優秀な日本人職員から解雇しました。解雇したのはなんと日本人ばかりだったそうです。優秀な職員は就職口があるが、そうでない者は路頭に迷うと言って退職金を渡しながら涙を流したそうです。台湾人皇父たちは驚き、なぜ自分たちを
優遇して残したのか、その理由を尋ねました。するとハッタはこう答えました。当然です。将来このダムを使うのはあなたたちなのですから。日本人は日本でも仕事ができる。台湾人はこの地でずっと生きていく。自分たちのダムは自分たちで作ってほしい。それはハッタの思い入れでした。甲府たちはハッタを心から信頼するようになりました。すべての工事が完了したのは、着工から10年後の1930年です。10年の歳月を経て、ついに東洋一の大きさ、当時ですが、ウサン島ダムが完成したのです。水量豊かな素分系の流れが、鳥揺れ口でろ過されてトンネルに向かいます。ウサン寮トンネルの入り口に勢いよく流れていきます。豊富な素分系の水を水量の少ない神田家に送り、ウサン島ダムに蓄えられます。ウサン島ダム貯水湖に水が溜められます。各用水路へくまなく送り届けられます。その間に、ウサン島で亡くなった人は家族を含め134人にも及びました。マラリアなどの伝染病で亡くなった家族の名も刻まれています。ハッタは巡航碑を園庭の下に作り、日本人や台湾人の区別なく死亡順に名を刻んだのです。ハッタにとって日本人も台湾人も一つの家族であったことがこの点からもわかります。ここからは日本の伝統文化に関する教育推進資料、平成29年4月発行第28号から引用させていただきます。ハッタには土木技術者以上の視点がありました。ダムや水路の建設だけではなく、農民の生活を深く考えた3年輪作給水法を考案したことも彼の功績の一つです。ハッタにはダムの水だけではこの地域に必要な水量の3分の1程度しか供給できないことが分かっていました。そこで土地を分割し、稲作とサトウキビと雑穀を1年ごとに順次栽培するという3年輪作栽培を行いました。稲作の土地に給水、サトウキビの土地は種まきの時期だけ給水、雑穀の土地は給水なしとしたことで農業における水の不足を解消しました。これらの事業の恩恵は大きく、完成から7年後の昭和12年、1937年には米の生産額は建設前の約11倍、サトウキビ類は4倍となり、日本へ輸出されるようになりました。農産物で稼いだお金は台湾の工業化へと転嫁され、その後の台湾経済の発展を支えるものとなりました。以上です。ハッタ陽一が尽力したウサン島ダム建設について2回に分けてお話をさせていただきました。皆様はどのようにお感じになられたでしょうか。どれほど困難な事業であったかを振り返りますと、第1番目、予算という点です。ダム建設とそれに続く灌漑工事には莫大な予算が必要でした。日本国としても到底出すことのできないと猛反発されました。3年の緻密な調査と交渉の末、半分を台湾人が出すことで日本政府からの了解を取り付けました。すると今度は台湾人から猛反発に遭いました。なぜ台湾人が金を出さなければならないのか。しかしハッタは台湾人の幸せと子孫のためにどうしても必要な工事だと粘り強く説いて回り、やっとのことで工事にこぎつけました。そして工事が始まって2年足らず、軌道に乗りかけたと思った矢先のことです。2番目、トンネル事故、トンネル工事での大惨事が起きたのです。しかしこの時、ダム工事はもはや、ハッタのものだけではなく、台湾人すべての夢であり、また日本にとっても必要不可欠と
なっていました。もう一度心新たに再出発した矢先、半年余りで3番目、関東大震災です。台湾を支えた日本国の首都東京が焼け野原となり、予算が半分に削減されました。普通なら心が折れてしまったはずです。しかし八田は再び立ち上がり、この危機を優秀な日本人から解雇し、代わりに台湾人に職場を提供して、彼らの生活を支えました。また、ダム完成の喜びと、それに次ぐ運用を台湾人に託したのです。ウサン島ダムは台湾人自身のものでなくてはならない。そう信じて疑わなかったのです。幾多の困難を乗り越えて、夢を現実に変えていく八田の姿に、誰しも胸が打たれます。これは八田祐一だけではなく、困難な時代を生きてきた多くの日本人の姿、そのものではなかったでしょうか。昔から日本は資源の乏しい国でした。たくさんの人口を抱えながら国土は狭く、その 70% が山林です。わずかな平野を耕し、丘陵地に段々畑を延々と作り、狭い国土でたくさんの人口を賄ってきました。資源の少ない日本がそのほとんどを輸入に頼る国なのに、世界第2あるいは第3位の経済発展を遂げました。日本にとっての資源とは、石油や鉄鉱石といった類ではありません。勤勉で努力を惜しむことなく誠実で、困難を乗り越えていく国民性だと思います。これこそ日本の宝です。また、国土が焦土と化し、日本が敗戦を迎え、食うや食わずの飢餓から戦後が始まったのです。戦争で軍人230万人、民間人80万人、合わせて310万人以上が戦死しました。日本は焼け野原の中から立ち上がりました。ひたすら働き続け、やがて国は回復していきました。世界から奇跡と思われるほどの復興を遂げました。その証が1964年の東京オリンピック。その開催に向けて、東京大阪を結ぶ新幹線が開通し、以来延長し、日本の大動脈となり続けています。そして、1970年の国際万国博覧会の開催でした。大東亜戦争によって独立を果たしたアジアの国々の中で、特にマレーシアの故マハティール首相は、日本の奇跡的な復興を見て、Look East、つまり日本を見習えと国の大方針を立ち上げました。来年2022年がその40周年にあたります。かつて大東亜戦争でアジアの解放のために立ち上がった日本は、敗戦後も経済の復興を成し遂げ、再びアジアのリーダーとなり勇気を与えたのです。もう一面があります。日本の歴史は災害の歴史そのものでもありました。1923年の関東大震災があります。近年では阪神・淡路大震災、その後の東日本大震災と、それに伴う原発事故という未曾有の災害を通じ、再び日本は立ち上がりました。もちろん台湾をはじめとして多くの国々のご支援をいただいたことは感謝に絶えません。火山活動と地震、加えて台風と洪水。日本は太古の昔から災害の連続でした。そこから繰り返し復興を遂げてきた歴史があります。未曾有の災害も敗戦も受け入れてきたのです。この写真は世界の人々が感動したと言われるうちの一枚です。東日本大震災の数日後、被災者が給水の順番を待っている姿です。困難な中でも秩序を保ち、助け合う姿です。なぜ世界の人々が感動したのでしょうか。それは未曾有の災害にもかかわらず、
整然と自分の給水の順番を待つ日本人の当たり前とする姿勢なのです。日本はアジアにとって希望そのものでありました。少なくとも少し前までは。私たちには忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、不撓不屈の精神でした。不撓不屈とは、強い精神で困難や逆境に立ち向かい、くじけないことです。日本という国土は、世界有数の美しい国です。その一方で、自然は突如牙を剥いてきました。長年築いてきたものを破壊する残忍な面も併せ持っています。日本人の精神の繊細さと強さは、この自然からも培われてきました。日本の武士道は、今も日本人の精神の奥深くにあります。この武士道に多大な影響を与えたのが、実は、かつて散らされ、日本にたどり着いたイスラエル人です。また彼らがもたらした聖書だと言われています。イスラエル民族は、迫害と離散の歴史そのものでした。1900年間、国がなかったのです。しかし、日本人以上に、不撓不屈の精神で国を再建し、今日に至ります。イスラエル国歌、ハティクバは、希望の歌と呼ばれています。どんな時にも希望を失うことがありませんでした。その聖書の一節をご紹介します。この箇所に、両民族に共通する国民性が表されていると、私は思うのです。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。新約聖書ローマ人の手紙12章12節。患難に耐える姿。たゆむことなく仕事に勤しむ勤勉さ。日本人にとり、労働とは祈りと同様、神聖な仕事でした。また、望みを抱いて喜ぶとは、あたかも親鳥が卵を温めて、やがてヒナに返す姿に似ているように思います。大きな望みと喜びがあるからこそ、困難に耐えることができます。不撓不屈の精神で、日本人は幾多の困難を乗り越えて、今日まで来ることができました。それでは次回のご案内です。台湾発展の基礎を築いた日本人、その4回目。新渡戸稲造の産業復興。次回は第60回目。1月15日土曜。第3土曜日です。元旦の1月1日、第1土曜日は、今回はお休みとさせていただきます。よろしければ、チャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。また来年お目にかかるのを楽しみにしています。